皆さんこんにちは。三上正史の趣味は園芸チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さて今回は僕の大好きな観葉植物ガジュマルを思い切って強く剪定、強剪定、いわゆるですね、葉っぱが一枚もない幹だけの状態にする丸坊主剪定をしたら1年経ってどうなったかをご紹介したいと思います。なぜ丸坊主剪定したかと言いますと、ちょうど昨年のですね、6月に思い切って切ったんですね。というのも、昨年からマレーシアと日本の2拠点暮らしを始めまして、マレーシアに行くので、それまで関東でね、ずっと育てていた植物をですね、思い切って、私の生まれ故郷である新潟にですね、送ったんですね。で、新潟で今育てている状況なんですよ。で、その時に送る時にもう背丈ぐらいね伸びていたガジュマル思い切って切ろうと思って、でお悩みでもよくですね、伸びすぎちゃった観葉植物を強く切っていいのかってお悩みいただくんですが、ガジュマルもどうなのかっていうところで今日はガジュマルを丸坊主剪定したらどうなるか実証いたしました。それではご覧ください。こちらです。いやー、見事に茂ってくれました。いや、よかったです。もう昨年の6月にバッサリこの位置で切ったんですね。まさにここで茂らせたいという位置で切りました。で、下には葉っぱが何もない状態、もうドキドキでしたがちゃんと茂ってくれました。6月からだいたいね、もう2週間ぐらい経ったら新しい葉っぱが出てきてくれて茂ってくれた形でして、でもともとこの新潟にね移動させることを考えて長年寒さに強い株にしておりました。他の動画でもねお伝えしておりましたが、耐荷性を高めることができるということで徐々に冬の寒さに慣れさせて、関東でもですねずーっと冬場も外に置いていたんですね。おかげで新潟の冬に負けず、寒さに負けず、しっかり冬を越してこんな風に元気いっぱい1年経って茂ってくれております。とにかくガジュマルはですね、元気に育っていれば丸坊主剪定可能です。こんな風に仕立てたい位置、葉を茂らせたい位置で茂らせることができちゃうんです。どうしてもね育てているとひょろーっと伸びて上の方で葉っぱっていうこともあるんですね。葉っぱもね上の方だとちょっと少なくなっちゃったってお悩みもいただくんですが、そういった場合は思い切って育てたい、葉っぱを茂らせたい位置で切ってみてください。で、この丸坊主剪定も強い剪定っていうのはやっぱりやる時期が非常に重要で、必ず生育期に行ってください。5月から9月が生育期、暖かい時期ですね。冬場の寒い時期は体休めてですね、新しい枝葉伸ばそうとなかなかしてくれないんですね。その時期、冬場はやらないでください。暖かい生育期、5月から9月の間、特におすすめは5月、6月です。そこからずっと生育期が続きますから、その間にこれだけしっかり茂らせてくれるんですね。で、ある程度茂らせてしっかりした株にならないと冬の寒さが心配なんですよ。そういう意味でもなるべく早めに、ただ20度を超えてからですね、20度を超えて暖かい時期が続く生育期に入ったら切っていただいてしっかり茂らせるというのがおすすめです。で、バスッとね風に丸坊主、その葉っぱがない状態にするってかなり心配ですよね。ドキドキします。で、それが心配な場合はですね、もし下の方に枝葉が茂っているものが1枚2枚でもありましたら、それは残してください。1枚でもあればそこで光合成してくれます。そこで栄養を作って新しい枝葉を作るパワーになってくれるので、下から伸びている枝は無理に切らずに、そこは残せるものは残して、でも仕立てたい位置で切っていただくっていうのがおすすめです。そして切るタイミングとともに重要なのが株の状態です。もうそこまで元気に育っているガジュマルであればその丸ごと剪定して OK ですが、そもそもその時に弱々しくなっていて葉っぱがもう黄色くなってどんどん落ちていってしまっている、そういう状況ですと思いっきり切ってしまったら新たに枝葉を伸ばす体力がなくてそのまま枯れていってしまうという恐れが高くなりますから、必ずですね元気に育っている状態の時に、そしてかつ生育期に思い切って切るっていう仕立て方をやってみるのをおすすめします。それであればね、基本的にちゃんと出てきてくれるはずです。ちゃんと出てきてくれました。で、切った後どうするかなんですが、もうなんてことないです。もう普通に水やりですね。土が乾いたらたっぷり水やりする。もう今までやっていた育て方と同じように。そして
日光に当ててください。僕は切った後ですね、この新潟の方でも日光に当てました。外に置いて日光に当てて、水は土が乾いたらたっぷりやる。それだけでした。で、それまでの間にもうすでに肥料はやっておいた形です。肥料は春のうちにやっておいて、夏場、真夏の間は肥料はやらずに一旦停止させて、で、その後枝が出てきてくれたので、秋から出てきたらまた肥料をやったという感じですね。で、冬場は肥料は必要ありません。休眠期ですから、肥料の吸い上げが弱くなって、肥料効きすぎちゃって肥料焼けを起こしてしまう恐れがありますから、肥料は春と秋です。そういう意味でもですね、6月ぐらいに切るのが、やはり僕は一番おすすめかなというところがございます。思いっきり切る前にですね、日光に当てて水もしっかりね、メリハリつけてやって、そして肥料もね、やって体力つけておくっていうのが重要になります。で、ちなみに肥料選び悩んだらですね、はい。観葉植物悩んだらボタナイスでございます。観葉植物に適した肥料やね、栄養剤などね、このボタナイスシリーズとして出ております。虫対策もできたりね、いろいろなものが販売されております。で、肥料に関してはこの置くだけ簡単錠剤肥料、もうすでにね、こちらやってあります。こういう風に、均一にですね、なるべく株元から離して鉢の縁の方に置いていただいて、あとは水やりとともに溶け出して効いてくれる。これを春と秋にやっていただくだけで OK です。そうすれば、こんな風に元気いっぱい育って、バスッと切ってもちゃんとした具材1で育ってくれました。もう愛着いっぱいです。もうね、この株、ほんと小さい株から育てて、かれこれ15年以上育てている僕の相棒的存在のガジュマルの木なので、もう本当に嬉しいです。よくぞこんな風に大移動をしてもですね、そして気候も思いっきり違う場所に来てもこんな風に育ってくれたなと、かなり負荷をかけてしまってごめんよ。でも本当にたくましく育ってくれています。ね、この気候もですね、いい感じにまた新たにも伸びてくれて、いろいろな場所からまたこうやってね、生えてきてくれているんですよ。いやー、ここからね、仕立てていくのがまた楽しみですね。いい感じにまたコンパクトにできたので、今度はこのね、気根の方をより大きくね、太くしていくっていうのもやっていきたいなと思っております。というわけで今回はガジュマル、ぐーんとね、上まで伸びたガジュマルを思い切って丸坊主剪定したらどうなったか、こうなりました。ちゃんと茂ってくれるということが分かりました。それのためにはしっかりとそこまで元気いっぱい育てること、そして生育期に行うようにしていただければということをお話しいたしました。ぜひ皆さんもね、一点物のガジュマル仕立て直しなどもしながら強くたくましく育ててみてはいかがでしょうか。以上、三上正史の趣味は園芸チャンネルでした。グッドボタン、チャンネル登録よろしければぜひともお願いいたします。ありがとうございました。三上正史の趣味は園芸チャンネル初バスツアー in 山梨開催決定いたしました。2025年9月21日日曜日開催です。東京の新宿発着のバスツアーで山梨へ向かいます。行きのバス移動を一緒に楽しみながら、山梨では食べ放題のぶどう狩りにガーデンでのハーバリウム作り、足湯など盛りだくさんの内容となっております。ぜひ一緒に癒しの旅思いっきり楽しみましょう。詳しい内容は概要欄にリンクを貼っておきます。そちらの方からお申し込みも受付中です。皆様のご参加お待ちしております。そしてメンバーシップも開設中です。月1回のライブ配信など皆様と一緒に楽しんでいけたらと思っております。概要欄に詳しく載せてありますので、そちらもよろしければぜひチェックしてみてください。チャンネルの応援本当にありがとうございます。